こんにちは、レイウッド開発の K です。今回の動画は先日発売された WPL の B シリーズの動画になります。もう年が明けちゃったので、去年ですね、去年の12月にいつものメンバーで B シリーズを作ってトレイルに行こうということで長野ロケに行ってきまして、その時の動画になります。今回は B シリーズが車種で言うとちょうど4種類あったので、いつもの4人でその4車種をですね、分担して担当を決めて、事前にマシンを作って行ってきたと、そういう感じです。ちなみに担当した車種は B14 担当がマーケの K さん、B24 担当が僕ですね、開発の K、B16 がオッキー、B36 がウッド社長という風になっていました。ただオッキーがですね、この時にちょっと体調を崩しちゃっていて、もしかしたら制作が間に合わないかもっていう状況がありまして、じゃあ念のため B16 もそのオッキーが担当するはずだった B16 も作っておきますねっていうことで、僕の方でですね、担当していた B24 に加えて B16 も追加で作って持っていたと、そういう状況でした。結局できたんですけどね、オッキーも作ることができたんですけど、なので B16 は2台あったっていう感じです。ただオッキーが実際行けなかったんで、マシンだけ拝借していって一応せっかく作ったんで来れなかったんですけど、そのせっかく作ってくれたマシンを借りて持って行って、で、代わりにですね、ウッド社長とかマーケの K さんが操縦して走らせてきたっていう感じでした。あと担当したマシンのそのお披露目会ですね、お披露目会もこの長野のロケに行ってきた時に、この今回の動画で出てくるシーンの、この動画を撮影した日の前日の夜ですね。前日の夜にもう長野の極寒の夜ですね。夜に外で、動画撮ったんですけど、そこでマシンのお披露目会をしたっていう、そういう動画ですね。すでに上げてありますので、よかったらですね、そちらをまだ見てないよという方は、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい。では、ここから B シリーズのトレイルの様子を動画の方で見ていきたいと思います。こいつサボってんのボスかなあ、これはまだ走らせる前に、ちょっと、おじさん3人で、フィギュアで茶番劇をして遊んでるところですね。いや、今から進んでんの今から行くんですけど、これ気をつけないと、ほっとくとずっとやっちゃうやつですね。今交渉中です。すいません。申請はしてますよね。申請がこれからなんか会社のやり取りみたいな、上司と部下みたいなのやってますよ。これかっこよくないですか？こうやって開くんですよね。B24。なんか目ん玉が外れてるんで、これもうつかないですよね。引っ掛けが取れちゃいました。これはあれだ。あと爪がウッド社長の B36 がいろんなところが様子がおかしかったんで、せめてもの応急処置でなんかいろいろ見ながら直してますね。受信機のアンテナが変なとこから出てるんですよ。これ虫に取ると多分方向感覚が虫じゃない。今回はなんかやっぱ車体がでかい分だけ、これ概要欄に貼っときますけど、お披露目会の時にこの様子のおかしさが結構いろいろ話してるんで、まだ見てない方はちょっと面白いんでぜひ見ておいていただきたいです。はい、こんな感じでちょっと走行前にいろいろボロが出ちゃってたんでちょっと直して、ただ今回の動画終始ご了承いただきたいのが、ウッド社長の B36 がですね、本当は6輪なのに4輪駆動になっちゃってるんで、そこだけご了承ください。一番前列と一番後列の車軸は動いてるんですけど、真ん中の車軸が駆動が伝わってなくて空回りしてるというか駆動してないんで、そこだけご了承ください。ネジ止めじゃないから、しっかりこの爪と様子がおかしくなっちゃう。親ってなっちゃう。これでシャキッとするんじゃないですか。
うんでヒゲが出てるからあ、だいぶシャキッとしましたね。意外と長く修理してますね。こうかでバッテリー入れちゃいますか。 OK ですうん凛々しくなったんじゃないですか男前になったんじゃないですかこれで。男前になったみたいですね。いろいろ粉末が飛んでますねなんかガシガシやるからちょっと出っ歯せっかく塗った98%台塗装がちょっと剥げてなんか粉末が飛んでたんですよ。ちょっと歯が出てるけどどうでしょどうでしょこれでやっとできたのかな。うこのセットにはこれをぜひ似合うからう。似合いますね。ブルーダーのかっ青いズボこいいですねンの人なんかこの2体をウッド社長が上司すごい気に入ってたんですよ。この日怖い上司この経費にうるさいシェイクダウンで持ってったこの水色の B36 に確認しましょう。この2人が似合うって言ってすごいなんかテンション上がってましたね。まだでもあれですね、見てないですもんね。でいよいよシェイクダウンですね。確認してないですね、走行は。走りをはい、走りを。見てないです。ちょっとお願いします。置いていいですか初走行のシェイクダウンですね。これやっぱ作って誰かが自分はもちろんですけど人が作ったやつとかでも初走行シェイクダウンの時ってなんか楽しいんですよね。一応あれですよ。バレない。これバレないじゃないですか。これが真ん中の軸が動いてないと。一応転がってるんですけど駆動はしてないですね。で動かしてみたら意外とバレないねっていうそういう話をしてましたね。いいじゃんかっけえな。後ろちょっと空いてるのいいですね。この後ろの扉が半開きのまま走ってるのがウッド社長っぽいですね。あ、いいですね、いいですね。いいじゃないですか。かわいいな。いいですね。シェイクダウンはやっぱりいいですね。あ、そうだここでちょっとはい。忘れ物です。ちょっと事件ですね。 1メーター後ろ見てください。ああれあれスタックというか。タックどころじゃない。こんな事件が発生しました。こんなことあります？これもう大事故ですよ、これ。でここで出動ですね。レスキューが出動しました。かっこいいな。横付けしてタイヤを運んであげてブルーダーがとかブルーダー大事だな。ブルーダーあるだけで全然ブルーダーのフィギュアいいっすね。結構いろんな種類があっていろんな職業みたいのがあるのであごめんなさ面白いんですよね。いやったってで走らせればいいのについついこういう遊びをしちゃうっていう。いいですねイエス。躍動感があるはい、オッケー。オッケー。あいいな OK とか言ってますけどこれ今回の動画ダダ流しにしてますけど多分マーケの K さんあたりが今のシーンとか多分使っていい感じの動画作ってくれるかもしれないんでまた楽しみにしておいてください。これでここからがそうですね僕がちょっと珍しく撮影するとこです。マーケの K さんがシェイクダウンこれするところを動画に撮りたくてでもいつもマーケの K さんが主に撮ってくれてるんですよ動画を。でいつもマーケの K さんが使ってるカメラですねジンバルに僕は慣れてなくてなんかおどおどしながら触って今これ僕が撮ってます。ジンバルってすごいですよね。あれこれうまく操作できてないですねちょっと今ジンバルの操作の仕方を教えてもらってます。多分下に置かないと。
さっき怒らしちゃったから。そうですね、多分。そうなんか怒っちゃったんですよ。すごい怒ってましたもん。ジンバル持っちゃいけないとこ持っちゃったみたいですごい暴れてたんですよ。これで許してくれた。あ、またダメになっちゃった。はい、まあそうこうしてるうちになんとか調子がこう機嫌が元に戻ってくれて、ジンバルのですね撮影を始めたっていう感じです。これが B14 ですね。マーケの K さんが担当して制作した B14 です。珍しくですね、今回めちゃめちゃ汚し塗装をしてるんですよ。似合いますね。B14 はこんな感じで、後から出てきますけど B16 と顔は一緒なんですね。フロント部分は、キャビンの部分の形は同じもので、それの4輪駆動版っていう感じで、 B16 の方が同じ顔で6輪駆動版っていう感じになるんですけど、どっちもいいですねなんか B14 の方は今ちょうど映ってますけど、荷台ですね。荷台が小ぶりなんですよ。特に小ぶりで、似たような構成の4輪駆動の B24 の方と比べても荷台が小さいんですね。で、なんかそれが可愛いんですよ多分後でそんなような会話出てくるかなと思うんですけど、B14 はこのなんか荷台が小ぶりな感じ、なんか荷台が幅も狭いんですよね。幅も狭くって、でなんかオーバーフェンダーみたいな感じで、荷台よりも泥よけの部分がはみ出してるような形になってるんですけど、その荷台が B14 しか使われてなくて、で今これが B24、この黄緑色のが僕が制作していった B24 なんですけど、荷台はこれ同じ4輪駆動なんですけど、でシャーシは B14 と B24 共通ですね。共通なんですけど、荷台がちょっと大ぶりなんですよ。実はB16、B14 の6輪駆動版の B16 とこの4輪駆動の B24 の荷台が共通パーツなんですね。なので荷台は結構4輪駆動の割に大ぶりな感じになってるのが B24 なんですけど、それに対して B14 が荷台、4輪駆動でシャーシも小ぶりだし、荷台もさらに小ぶりなんで、B シリーズの中ではパッと見一番小さい感じの印象があるのが B14 で、それに対してこれですね、この茶色い方、これが今回オッキーが制作した B16 なんですけど、これは6輪で中ぐらいって感じですね。さらに B36 があるんで、さっきのウッド社長の水色のやつですね、あれがやっぱり見た目的には一番大きくて迫力があって、やっぱり作りごたえっていうんですかね、もあるっていう感じですねで、実はこの辺からまともにトレイルが始まったっていうそういう感じですね。いいですね。これ河原の横なんですけど、なんとなくスタート地点を決めて、で事前にちょっと歩いて、ラジコンなしで歩いて周りをちょっと散策しつつ、ここら辺からこの辺まで行こうみたいな、なんかそういう大体のスタートとゴールを決めてから、であとは自分がどれを運転するかっていうのをもちろん決めてから、で、そこに向かってみんなでゆっくり進むみたいなトレイルなので、そんな感じで、やってきたんですけど、これがそうか、みんなそれぞれ本来の自分の担当車種を運転してます。なのでマーケの K さんが B14 で、僕はこれですね、 B24 で、ウッド社長が B36 ですねパワーで。トレイルはやっぱり楽しいですね。なんかもちろんロケーションっていうか、いい場所があるかどうかっていうのが結構重要だったりするんですけど、いい場所さえあればみんなで
ある程度の目的地を決めて、のんびり目指すみたいな。で、時々、スタックとかしたら、まあ、そのまま手で直してもいいんですけど、無駄に、ラジコンでラジコンを助けて、リカバリーするみたいな。そういうのもやりながら、だんだん目的地に近づいていくみたいな。でやっぱり、短時間の走行ではあるんですけど、スタートとゴールを決めて、こう進んでいくと、時々やっぱりトラブルが何かしら起こるんですよね。それが、なんか楽しいんですよ。まあ、スタックしたり、時々タイヤが取れちゃったりとか、いろいろあるんですけど、その、ちょっとした冒険感みたいな、アドベンチャーって感じですよね。それが楽しいですね。相変わらず、ウッド社長は後ろが、後ろが半開きですけど。これはなんか、みんなで、だいたい縦に連なって進んでいくんですけど、ちょっと横に並んで進んでみようってやってるんですけど、意外と難しいっていう。息を合わせて進むのは結構難しいんですよね。いいですね、この B14 と B24 も。どうしてもB シリーズって6輪に目が行きがちなんですけど、B14 と B24、4輪のモデルの方ですね。4輪のモデルの方も結構いいんですよ。このフィギュア良くないですか、これ。このためにあるような感じで、このマシンのためにあるような佇まいで、横に乗ってますけど。スタック。なんか、フィギュアは、うちで販売してるっていうわけではないんですけど、マーケの K さんがなんか、リサイクルショップかなんかで、タイヤコン。たまたま見つけたらしいんですよ。タイヤコン。これはタイヤコン。タイヤコンで興奮しまうわしすごいタイヤコン。タイヤコンリアルですね。た。ウッド社長も、みんなでタイヤコン言ってますね。なんかこういう、たまたまいい感じの砂地を見つけると、タイヤコンがつくんですよね。そういうとこを通ると、みんなタイヤコンって言い出すめっち。ゃリアル。みんなタイヤコンは好きですよね。この辺は6輪の、特にリアのサスの動きがいいですね。こういう地面の起伏に沿った形で、リアのシーソーのような構造になってるサスペンションなんですけど、それがこう、一旦バッコン動いて、路面に沿ったような感じで、路面を舐めるような感じでサスが動いてくれるんですけど、これが魅力ですね。これですね。ちなみにさっきとマシンが変わってますけど、これはこのタイヤコンやばい。6輪ですね。みんなでじゃあ今度は6輪でトレイルしようって言って、6輪3台で、また同じくスタートとゴールを決めて、ゴール目指して進んでるっていう状態ですね。取れましたね。やってるじゃないですか。やっちゃってんじゃないですか。ウッド社長。ウッド社長みたいになっちゃった。ウッド社長のタイが取れて、すごい喜んでたのに、さっき絶対見つかんないです。自分も取れちゃいました。この辺良かったですね。なんか、ちょうど、砂地が、こう、草とか石がいっぱい転がってるようなところの中に、細長く砂地が続いてたんですよ。で、そこに沿って進もうみたいな。そんな感じでやってたんですけど、ちょうどなんか、道みたいにずーっとなってて、で、そこに沿って、こうやって進んでったんですよね。浮いてる。ちょっと浮いちゃってますね。オッキーの真ん中のタイヤ。これは、概要欄に貼っときますけど、お披露目会の動画の方を見ていただくと、詳細が、浮いてるのはなぜかっていう詳細が、そっちを見ていただくと、わかります。
すごいっすね、ウッド社長。ボンネットも半開きで、リアのハッチも半開きで、そしてスタックして、スタック。おお、抜けましたね。やっぱり、車体が大きい割に、まあ6輪なんで車体が大きくて重い割に、実質4輪で走ってるから、結構スタックしやすいんですよね。でもやっぱり B36 背が高いから、これなんか、ロール方向の横方向の揺れが、こう、迫力あって、いいですね。あー、またスタックですね。あ、これあれだ。これさっき言ってたように、手で直してもいいんだけど、ラジコンでラジコンを助ける遊びですね。重いか重いかおー、抜けましたね。もうこの辺から、ちょっと、ウッド社長の4輪駆動では、タイヤが6個あるのに4輪駆動っていう状態では、なかなか厳しくて、しばらく牽引してあげたんですよね。いいですね。いいっすね。いいっすね。この牽引遊びおすすめです。意外と、見た目地味なんですけど、意外と面白いです、やってみると。この動画も貼っときますね、牽引フックの、牽引ロープか。牽引ロープの作り方の動画、以前上げてあるので、ちょっと概要欄に貼っておきます。クリアあ、ここも良かったですね。ここもなんか、溝がずっと続いてて、ちょうど WPL のサイズに合った感じの、サイズ感にマッチした感じの、なんか細長い溝が続いてて、そこをずっと最後どうなってるかっていうのをずっと目指して進んでったんですけど、なんか小さい子供の頃ってこういう遊びしませんでした？まあ、ラジコンじゃなくて、自分自身で、なんか友達同士で、ここずっと進んでってみようみたいな。それに近い感覚ですよ。これがなんかわかりやすいかもしれないです。この溝がずっと続いてますよね。ここをずっと行ってみようみたいな。で、こういうトラブルが発生したら、あえてラジコンで起こすと。でも重くて起き上がらない。オッケー。下から突き上げる。一音が応援してはしゃいでるだけだと思ったら、ちゃんと作戦が。そうなんですよ。マーケの K さんの一音が、さっき画面に映ってなかったんですけど、横でずっとちょこちょこはしゃぐように動いてて、何やってんのかな、応援してんのかなと思ったら、ぶつけて起こすのを手伝ってくれたっていう。まだこれ溝ですね。溝を進んでます。結構こう、枯れた草があって、時々引っかかっちゃったりしたんですけど、この感じとか良くないですか？この、細い獣道みたいな。ちょうど、ああ、ウィリーしてましたけど。ちょうどいい感じで難易度というか、そこそこ難しいんだけど、なんとか進んでいけるみたいな、細い道になってたんで、面白かったですね。大丈夫かな。で、最後、川に繋がってたんですよ。だから多分、何かの時に水が流れて、その水が流れた後がそのまま残ってた溝みたいな感じだったと思うんですけど、最後、川に出ましたね。で、冬の長野県だったんで、なんかまだ全然安心感ありますね。川の端っこのところをこうやって凍ったんですよ。で、ちょっと怖かったんですけど、行ってみようって言って、ちょっと恐る恐る氷の上を進んでるところです。あ、これ4区ですね。これが4区の弱みですね。もう勢いで行ってますけど。
これまだ氷がどれぐらいの厚さなのかがよくわかんないから、ちょっと慎重に進めます。すげえ。でだんだん慣れてきて、ここの氷結構厚くて大丈夫だぞっていうのが分かったら、結構みんなでこの氷のところで、物珍しいじゃないですか。普段なかなか氷の上でラジコン走らせることないので、面白い。しばらくみんなではしゃいでましたね。はい、というわけで今回のトレイル B シリーズを使ったトレイルですね。まあ最終的なゴールはこの氷の場所だったと。なるほど、ドリフトって面白いんだ。で、ちょっとマーケの K さんがドリフトに目覚めたというところで、これで終わりかな。あとはもう元の場所というか、荷物とかいろいろ置いてた場所にここから戻って終わったっていう感じなんですけど、まあ、やっぱりトレイルは時々のんびりやると面白い、楽しいですね。で、今回、まあ、B シリーズでやったんですけど、この B シリーズもですね、まあ、やっぱりおすすめは、6輪です。せっかくなら、6輪。やっぱりC シリーズとかに慣れてると、C シリーズとか D シリーズも、軽トラもそうですけど、全部タイヤ4つじゃないですか。やっぱりタイヤが6個あるっていうのがもうすごい新鮮で、物としての迫力がすごいあるんですよ。なので、ぜひですね、ちょっと6輪、正直作るの難しくて、もう本当に WPL のラスボスって感じなんですけど、最初から挑戦するのはちょっと厳しいと思うんですけど、4輪ですね。C シリーズとか、あとは D シリーズもそうですし、4輪をいろいろいじってみて、ちょっともっと刺激が欲しいなみたいな方はですね、6輪おすすめです。で、もちろん、今映ってるこの C じゃない、B ですね。B14 とか、B24。4輪駆動の、B シリーズも、またタイヤ取れてる。4輪駆動の B シリーズも、かなり渋いので、それはそれでおすすめなんですけど、ぜひですね、C シリーズで、遊んでいて、他に何か、他の車種欲しいな、みたいな方ですね、ぜひ B シリーズ、試してみていただけるといいんじゃないかなと思います。今なんかめちゃくちゃくだらない話してましたね。はい。というわけで、今回の動画ですね、以上で終わります。ご視聴いただいてありがとうございました。